はい、こんにちは、大川祐介です。今回はスムーズトランジションのやり方についてご説明しようと思います。はい、そんな感じで、スムーズトランジションなんですけど、先日トランスコミュニティで、こういった、例えば、サムコールラさんとか、ビューティフルディスティネーションさんとか、いろんな方がやってるそのスムーズとその一連の動きのエフェクトがあったんですけど、それのやり方について説明してほしいとの声があったので、今回こんな感じで撮影しております。で、スムーズトランジションってどういったものかって言いますと、いろんなシーンで、例えば建物とか、看板とか、そういったものを、カメラをなぞることによって、それを一連の動きに合わせてトランジションするっていうエフェクトなんですけど、ちょっとね、口頭で言うと説明分かりづらいと思うので、実際に、屋上に行って撮影して、それを編集画面にて解説していこうかなと思っております。はい、じゃあ早速ちょっと屋上に行っていきたいと思います。はい、じゃあ早速説明していこうかなと思ってます。で、ちょっと屋上なんで、撮れる範囲がちょっと狭いと思うんですけど、ちょっといくつか撮影していきたいと思います。で、どういったところを撮るかっていうと、例えばああいったビルとかを、この今 35mm のレンズ使ってるんですけど、それでやったとしても全然スムーズトランジションにならないんですね。で、一番おすすめなのって、例えばこういった草とかをこうやって近くで舐めたりとか、この建物の上とかをこういった感じで動かしたりとか、こういったものを撮ると、実際にスムーズトランジションにできます。じゃあまずちょっとこれでやっていきたいと思います。で、撮影するときって、基本的にどういった感じで一連をつなげたいかによるんですよね。なので参考の、動画だと基本的に横向きから行って最終的に上に行くので、最初は横からカメラをこういう横向きにします。横向きにして横へ行っちゃえば最終的に例えばこういった感じになればいいんですよね。こういった感じで、そうなるように編集で少し工夫があるんですけど、横向きから最終的に縦に戻るっていう動きをこの空間でやっていきたいと思います。はい、まずいきます。次、縦の動きとかどんどんやっていきたいと思います。このビルとか結構対象物が、本当は 35mm よりは多分 70mm とか70から 200mm ぐらいでやるのが一番こういうスムーズトランジションしやすいので、 35mm 難しいですけど、こことかも基本的に模様がたくさんあるので、こういったところはすごくおすすめです。カメラ気をつけてくださいね、飛ばないように。はい、それをいろんな角度でやっていきたいと思います。例えばここで、今基本的に横に動かして斜めとかに動かしてるんですけど、それをちょっと編集で最終的に横動きから上に持っていく。なので最後の上向きの部分だけ、途中に入ってるこのモーションっていうのは正直基本的に動いてるのであまり重要じゃないんですけど、最初の部分と最後の部分がすごく重要なので、そこを取っていきたいと思います。最後はビルで終わるので、横動きからこういった感じ、斜め動きから最後対象物、こういった感じ、斜め動きから最後対象物。このスムーズトランジションで重要なのは、一番最初始める絵と、終わりの絵をきれいにつなげることなんですよね。なのでここからこういう風に終了するんだったら、始めと終わりがすごく重要なんですよね。で、ここだけしっかりとカメラアングルだけ、分かりやすいシーンに設定しておいて、この間ってのは基本的に、滑らかに動いてるシーンだけを使えばいいので、ここは正直カメラを動かしてれば大丈夫です。ただ最初と終わりだけしっかりと、設定してください。なので基本的に今の終わりの部分はここで終了したので、始まりの部分をちょっと作りたいと思います。最初のシーンは例えば上向き、このビルのシーンの設定してから、ここから
最終的にスムーズトランジションにつなげて最後のあそこで終了っていう感じになります。で、基本的に撮影の仕方を今お伝えしたんですけど、実際に下に戻って一緒に編集してみて、噛んでた。これからちょっと下の部屋に戻って実際に一緒に編集したいと思います。行ってきましょう。よいしょ。はい、そんな感じで今一通り撮影したんですけど、実際にその、撮影素材を使って編集していきたいと思います。はい、早速ね、スムーズトランジションについて説明していこうと思います。まず、基本的に素材をね、インポートした状態で、一つずつ素材を入れていきたいと思います。で、基本的に理想なのは、こういった動きね。この C を見たときに、一番見えにくいスムーズな動き。ここまで使ってしまうと分かってしまうので、どの動きか、スムーズに動いている部分だけを抽出していきます。この部分だと、この動いている部分ですね。緑の一番見えない部分を入れます。この緑の部分、この部分、なので基本的にカメラを横にいっぱい動かしてたと思うんですけど、一番使うのは真ん中の中間の部分ですね。一番スムーズに動いている部分のみとなっています。なのでこの木の部分もこうやって動いている部分のみを使います。で、一番初めのシーンね。一番初めのシーンを、ここからスムーズトランジションがスタートします。はい。こちら。なので、この冒頭のシーンを差し込みます。で、オーディオは今回いらないので全部削除しちゃってください。つなげます。はい。今、荒つなぎなんですけど、こんな感じとなってます。で、一番最後の部分ね。一番最後は横に動かして、オチのね、一番終了の部分はこの動きだけ使いたいと思います。一回流してみます。はい、こういった動きとなってます。で、これ一見してみると、中の部分がさすがにモーション、スムーズに動いている部分が長すぎるので、少し削除したいと思います。で、同じような絵が多いのと、つなげる部分は明るさを統一させてください。なので、この部分だと暗いので、次につなげてくる映像は、暗めのシーン。この暗いで綺麗につながります。次、この暗い部分から明るい部分。このつなげですね。で、ここまでいっちゃうと何なのか分かっちゃうので、ここまでで削除したいと思います。スムーズな動きね。で、こっから木の部分に入って、木の部分も少し長いのでカットして、で、ラストの草の部分ね。草の部分はちょっと暗めにしようかな。暗めの草の部分使い、ここまで。いや、ここまでかな。はい。で、今ちょっといらない部分を削ってみました。こんな感じとなっております。で、原理としては基本的に撮影のね、仕方がすごく重要になってきていて、横動きから間の部分は全部モーションで最終的につなげます。で、こうなってくるとちょっと木の明るい部分だけちょっと違和感が出てしまうので、これもカットしたいと思います。この部分ね。で、こうすると横動きだけなので、最後の部分だけをちょっと斜めに動いているので、ここの斜めの部分だけ使います。そうすると、横動きから最終的に斜めに戻ってくるっていう印象になります。こういったイメージ。はい。すごくコンパクトにまとまってるんですけど、最後にこのシーンと、カットと、この前のカットと後ろのカットのつなぎ目が違和感があるので、
こちらでエフェクトのフィルムディゾルブというものを追加してみてください。はい、こちらフィルムディゾルブを追加します。フィルムディゾルブは少しで大丈夫です。で、フィルムディゾルブってどういったエフェクトかっていうと、前と後ろのクリップを、つなげる手助けをしてくれます。こういった感じですかね。これをつなげていきます。ちょっと充電がないので充電させてもらいます。はい、じゃあ早速ちょっと見ていきたいと思います。こんな感じ。フィルムディゾルブを入れると、つなげの導線が綺麗に映るので、つながってる違和感が薄れると思うんですね。なので、スムーズトランジションやる際は、カットをつなげるときはディゾルブを使ってみてください。はい、こんな感じで以上となります。はい、そんな感じで今のスムーズトランジションのやり方ね、撮影から編集の流れまで一貫してちょっとご説明したんですけど、実際にこれ基本的にその海外の有名なクリエイターさんの動画のトランジションとかって至ってシンプルなつなぎが基本的に多いので難しいのもすごくあるんですけど、今回ので言うとカメラを横に振ってすごくモーションしてる、スムーズに動いているって一連の動きをカメラアングルから意識することによって編集ってのはそんなに難しくないとは思うんですけど、ぜひね、今のこの撮影の仕方から編集をちょっと、この動画を参考にして、皆さんのね、動画もぜひ作っていただければなと思っております。またね、近々チュートリアル動画も出していくと思うので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日の動画は以上となります。本日はどうもありがとうございました。